2025年4月、ポルトガルのリスボンで、ある女性が下した一つの決断が世界中に衝撃を与えた。航空会社の自己調査報告書に、その名前は静かに記されている。搭乗予定だった便を直前にキャンセルした女性の名前が、その便は72時間後に墜落に近い事態を起こした。緊急着陸の混乱の中で5人が命を落とした。そして調査が進むにつれて恐るべき事実が浮かび上がってきた。航空会社による整備記録の組織的な改ざん、隠蔽された欠陥、そして見て見ぬふりをされてきた無数の危険信号。なぜ彼女だけがその便を回避できたのか。答えは誰も信じないようなものだった。彼女は夢を見た。72時間前に亡くなった祖母の夢を。祖母は繰り返した。その飛行機に乗ってはいけないと。ただそれだけを。目が覚めた時彼女の手は震えていた。理由は説明できなかった。ただ胸の奥から湧き上がる強烈な不安が彼女を予約キャンセルのページへと向かわせた。理性ではない、論理でもない、それは愛する人の最後の声だったのかもしれない。この話はオカルトでも都市伝説でもない。航空会社の公式調査資料に彼女の証言は残されている。そして今、ポルトガルの司法当局はこの事故の裏に潜む巨大な不正を追い始めている。では彼女は普段どのような日常を送っていた女性だったのか。そして祖母との間にはどのような絆があったのか。次は彼女の物語をその始まりから丁寧にたどっていく。2026年の今、この話はポルトガル全土で語り継がれている。彼女の名前はマリア・コエーリョ。当時34歳。リスボン市内の小さなアパートで一人暮らしをしていた女性だ。職業は地元の出版社に勤める校正者。毎朝7時に起き、コーヒーを一杯入れ、窓の外のテージョ川を眺めてから出勤する。そんなどこにでもいる平凡な女性だった。彼女には幼い頃から特別に慕っていた祖母がいた。祖母のアナ・コエーリョはリスボン郊外のシントラに暮らす82歳の穏やかな老女だった。マリアが幼い頃、両親が離婚した。その後ずっと祖母が彼女の精神的な支えだった。週に一度は必ず電話をし、月に一度は顔を見に行く。そんな関係が30年以上続いていた。ところが2025年4月、その祖母が静かに息を引き取った。老衰による自然死だった。マリアは深い悲しみの中にいたが、葬儀を終えた後、気持ちを切り替えようとしていた。実は彼女にはその月の終わりに予定していた旅行があった。長年の夢だったブラジルへの旅、リスボン発のフライトを半年前から予約していた。友人からは、祖母も喜んでくれるはずだと励まされた。マリア自身も旅に出ることで悲しみを乗り越えようとしていた。出発の3日前の夜、彼女はいつものようにベッドに入り、目を閉じた。疲れていた。眠りはすぐに訪れた。しかし、夢の中で待っていたのは死んだはずの祖母だった。祖母はマリアがよく覚えている白いエプロン姿で立っていた。表情は穏やかではなかった。どこか切迫したものがあった。祖母はマリアの手を両手でつかみ、
静かだがはっきりとした声で言った。その飛行機に乗ってはいけない。マリアは夢の中で何かを聞き返そうとした。しかし祖母は繰り返すだけだった。同じ言葉を何度も何度も。目が覚めた時、マリアは全身に冷たい汗をかいていた。時刻は午前3時14分だった。窓の外には静かなリスボンの夜が広がっていた。翌朝彼女は長い時間をかけてコーヒーを飲んだ。夢のことを何度も頭の中で反芻した。理性ではただの夢だと分かっていた。しかし胸の奥に残る感覚は消えなかった。そして彼女はある決断をする。その決断が72時間後に意味を持つことになるとは、この時まだ誰も知らなかった。2025年4月17日午前11時42分、ポルトガル・リスボン国際空港第2ターミナルの搭乗ゲートはいつもと変わらない朝の喧騒に包まれていた。アナウンスが流れ、スーツケースを引く音が床に響き、コーヒーの香りが漂っていた。その中にマリアの姿はなかった。搭乗予定だった席番号23階。その座席は空のまま扉が閉まった。離陸は定刻通りだった。機体はリスボンの青い空へと上昇し、雲の中へ消えていった。地上では誰も異変に気づいていなかった。しかし、離陸からわずか47分後のことだった。機体の右エンジンから異常な振動が発生した。コックピットの計器板に警告ランプが明かり、副操縦士が管制塔へ緊急通信を入れた。声には明らかな緊張がしみんでいた。緊急事態を宣言する。エンジン出力が急激に低下している。その言葉が管制塔に届いた瞬間、空港全体の空気が変わった。機体は高度を下げながらスペイン北部の上空を漂っていた。乗客185名、客室には酸素マスクが落下し、悲鳴が響いた。子供の泣き声が機内に広がった。最終的に機体はスペイン・ビルバオ空港への緊急着陸を試みた。しかし、着陸は失敗した。滑走路手前での機体制御を失い、左翼が地面に接触した。衝撃で機体の全部が大きく損傷し、火災が発生した。乗客の多くは脱出シュートで逃げ出したが、炎と煙の中で5名が命を落とした。最初に現場へ駆けつけた救急隊員、カルロス・メンデスは後にこう証言している。機内に入った時、まだ煙が充満していた。座席の一部は原型を止めていなかった。あの状況で生存者がいたこと自体が奇跡だと思った。事故の一報は瞬く間に広がった。リスボンの自宅でニュースを見ていたマリアは、画面に映し出された機体の番号を見て、全身の血が凍りついた。それは自分が乗るはずだった便だった。画面の中で黒煙が空へ立ち上がっていた。そして翌日、調査当局が機体の整備記録を確認し始めた時、ある重大な事実が浮かび上がってきた。調査当局が動き出したのは、事故から48時間も経たないうちのことだった。ポルトガル航空事故調査委員会は、2025年4月19日の早朝、緊急の合同捜査チームを編成した。警察当局と航空安全局の双方から精鋭が集められ、
リスボン国際空港の格納庫は一夜にして封鎖された。最初に調べられたのは整備記録だった。事故機の最終点検が行われたのは離陸の36時間前。担当整備士の署名が残されており、表向きは何も問題がないように見えた。しかし捜査官たちが記録をより詳細に分析し始めると、すぐに違和感が浮かび上がってきた。署名の日付が実際の点検作業日と一致していなかった。本来であれば詳細な数値データが記載されるべき箇所に、意味をなさない数字の羅列が記入されていた。捜査チームのリーダーを務めたアントニオ・フェレーラ主任調査官は、この会見でこう述べている。これは単純なミスではない。意図的に書き換えられた痕跡がある。公式発表は事故から72時間後に行われた。委員会は記者会見の場で、問題のエンジン部品に製造段階からの重大な欠陥が存在していた可能性を示唆した。そして同時に、整備記録の一部が改ざんされていたという事実を初めて公の場で認めた。相見場は一瞬にして静まり返った。その翌日、捜査当局は最初の人物を任意同行という形で事情聴取した。整備チーフを長年務めてきた男、ルイス・カルバーリョ。50代半ばで、業界での経歴は20年を超えていた。彼は取調室で、落ち着いた様子でこう語ったという。私は正しい手順でやった。記録も規定通りに記入した。しかし捜査官たちは、すでに別の情報を入手していた。彼の銀行口座に、事故の3ヶ月前から不審な入金が繰り返されていたのだ。送金元は、複数のダミー会社を経由して巧妙に隠されていた。その意図を一本一本たどっていくと、航空機の部品供給を請け負う大手企業の名前が静かに浮かび上がってきた。これは一人の整備士の過失ではなかった。もっと大きな、そして深い闇がこの事故の背後に広がっていた。捜査官たちはそれを確信し始めていた。そして次にたどり着いた手がかりが、カルバーリョのアリバイを根底から覆すことになる。カルバーリョのアリバイは表向き完璧だった。事故が起きた日、彼はリスボン郊外の整備工場にいたとされていた。勤務記録にも防犯カメラの映像にも彼の姿が残っていた。上司の証言もあった。同僚の証言もあった。書類上、すべては整っていた。しかし捜査官たちは、その完璧さに違和感を覚えた。完璧すぎるアリバイは往々にして作られたものだ。IMG 捜査官がモニターを見つめる暗い捜査室のシーン。チームは防犯カメラの映像をコマ単位で見直した。すると、ある異常に気づいた。カルバーリョが映っている映像の一部に、わずかなタイムスタンプのズレがあった。ほんの数分。しかしその数分が全てを変えた。映像は編集されていた。専門の解析チームが介入し、メタデータを精査した結果、問題の映像ファイルが事故発生から3日後に上書きされていたことが判明した。誰かが証拠を書き換えていたのだ。IMG 解析されたタイムスタンプのデータが映し出された画面。さらに衝撃的な事実が浮かび上がった。勤務記録に署名していた上司、マルティンス主任整備長。彼の銀行口座に、事故の2週間前から不審な入金が繰り返されていたことが、別ルートの捜査で明らかになった。
送金元はあのダミー会社群と同じネットワークにつながっていた。アリバイを作ったのはカルバーリョ一人ではなかった。組織が彼を守っていた。いや、正確には組織が自分たちを守るためにカルバーリョを盾として利用していた。IMG 組織の相関図が書かれたホワイトボードのシーン。2026年3月、ポルトガル航空安全委員会は公式調査結果を発表した。事故の直接原因は整備記録の虚偽記載と基準以下の部品使用であるとされた。しかし委員会の報告書には組織的な関与についての記述は意図的に曖昧にされていた。捜査に関わった一人の検察官は後にこう語っている。発表されたのは真実の一部に過ぎないと。公式の結論が出た瞬間、捜査チームの中に静かな怒りが広がった。隠された部分がある。まだ終わっていない。そしてその夜、チームのもとに一本の匿名メールが届いた。差出人不明。本文にはただ一項だけが記されていた。本当の記録はまだ存在する。ヒトシオールはすでに走り始めていた。金列は静かに広がっていた。匿名のメールが届いた夜から捜査チームの空気は変わった。誰もが言葉を選び、誰もが互いの目を見なくなった。信頼という名の壁が音もなく崩れ始めていた。本当の記録はまだ存在する。その一項が全員の頭から離れなかった。チームの一人、元航空安全調査官のマルコ・フェレーラは、その夜眠れなかったと後に語っている。彼は20年以上、航空事故の調査に携わってきた人物だった。しかし、今回の調査は、これまでとは何かが違った。証拠が都合よく消えていく。証言が書き換えられていく。まるで誰かが先回りしているかのように。フェレーラが最初に気づいたのは、整備記録の空白だった。事故機の最終整備が行われた日、本来ならば3名の整備士が署名するべき欄に、1名分の署名しか残っていなかった。残りのニーナはどこへ消えたのか。航空会社の人事記録をたどると、2名は事故の3週間前に突然自主退職していた。退職金の記録もない。引き継ぎ書類もない。まるで最初からいなかったかのように処理されていた。さらに深刻だったのは、機体の部品交換記録だった。事故前の6ヶ月間に同じ箇所の部品が3度交換されていた。しかし、その交換に使われた部品の製造番号が公式データベースに存在しない番号だった。存在しない部品が実在する航空機に取り付けられていた。それは偶然の記載ミスではなかった。意図的に追跡できないようにされていた。フェレーラはこの事実を上司に報告した。しかし返ってきた答えは、調査の範囲外だという一言だった。彼は3度、同じ報告を異なるルートで提出した。3度とも握りつぶされた。目撃者も語らなかった。いや、正確には語れなかった。事故当日、空港の地上スタッフとして勤務していた女性は、搭乗前の機体の様子について、異常な音を聞いたと最初の聴取で証言していた。しかし正式な調査報告書には、その証言は一項も記載されていない。女性は後に言ったことを
なかったことにされたと個人的な日記に記していた。その日記が匿名で捜査チームに送られてきたのだ。金裂はもはや小さなひびではなかった。それは構造そのものを貫く深い亀裂だった。そしてフェレーラはある名前にたどり着いた。航空会社の内部にもう一人の人物がいた。表には出てこない。しかし全ての決定に影響を与えていた存在。次の扉を開けば、その顔が見える2番目の容疑者が影の中で待っていた。フェレーラの手はファイルを握りしめたまま止まっていた。航空会社の内部にもう一人いる。そう直感した瞬間、背筋に冷たいものが走った。その名前は表向きの書類にはどこにも載っていなかった。しかし決定の痕跡をたどると必ずその影が見えた。すべての証人の裏にその存在があった。ジョアン・マルティンス、航空会社の整備部門で20年以上にわたって働いてきた男だった。表の肩書きは品質管理主任。しかし実態は違った。彼は書類の最終確認者だった。検査結果を通過させるか差し戻すか、その判断をたった一人で握っていた。フェレーラが彼の経歴を掘り下げると、あることに気づいた。問題の航空機が最後に整備を受けた日付。その記録にマルティンスの承認印が押されていた。しかもそれだけではなかった。被害者とのつながりが浮かび上がってきた。今回の事故で命を落とした5人のうち1人はマルティンスの元同僚だった。その人物は3年前に整備不正を内部告発しようとして会社を追われていた。告発は握りつぶされ、記録も消えていた。だが消えていなかったものがある。その元同僚が亡くなる直前に家族に送ったメッセージだ。ある人物が全てを知っている。止めようとしたが止められなかったという短い言葉が残されていた。フェレーラはそのメッセージを何度も読み返した。マルティンスは知っていたのだ。欠陥を、危険を、そしてそれでも機体を通過させた。なぜか、恐怖か、圧力か、それとももっと深い理由があるのか。調査を続けるほどこの事件の輪郭は歪んでいった。単純な整備ミスではない、意図的な隠蔽とそれを支えた人間の連鎖。そこにマルティンスは深く絡んでいた。フェレーラはマルティンスの自宅を突き止めた。リスボン郊外の静かな住宅街だった。ドアをノックした瞬間、隣の窓のカーテンがかすかに揺れた。誰かがこちらを見ていた。次の扉を開けば全てが崩れ落ちるクライマックスがもうそこまで来ていた。マルティンスのドアは静かなままだった。フェレーラはもう一度ノックした。返事はない。しかし誰かがそこにいる。その気配は確かだった。3度目のノックの後、ようやく扉が開いた。現れたのは60代とおぼしき男だった。顔色は青白で、目の下に深いクマがあった。まるで何日も眠れていないような顔だった。マルティンスさんですね。フェレーラは静かに言った。男は答えなかった。ただ視線を床に落としたまま小さくうなずいた。フェレーラは室内に招き入れられた。部屋の中は異様だった。テーブルの上に書類が積み上げられていた。整備記録、
承認印の押された点検表、そして何枚もの内部メモ。すべてあのフライトに関わるものだった。あなたは知っていたんですね。フェレーラが問うと、マルティンスは椅子に座り込み、両手で顔を覆った。知っていた、ではないと彼はつぶやいた。知らされていたのだ。真実がゆっくりと姿を現し始めた。整備記録の改ざんはマルティンス個人の判断ではなかった。航空会社の上層部から直接指示が下りていた。コスト削減のため老朽化した部品の交換を繰り延べる。そのために記録を書き換える。マルティンスは末端の実行者に過ぎなかった。断れなかったのか。断れば私はこの業界から消えていた。彼の声は震えていた。フェレーラは書類を1枚ずつ手に取った。承認印を押した人物の名前がそこに並んでいた。マルティンスだけではない。部長、副社長、そして社外の監査機関の担当者。腐敗は一点ではなく組織全体に広がっていた。5人が死んだ。フェレーラは静かに言った。マルティンスは何も答えなかった。ただその目に光るものがあった。涙なのか恐怖なのか、フェレーラには判断できなかった。しかし一つだけ確かなことがあった。あの夜、夢の中でアナに警告を告げた老女はこうなることを知っていたのかもしれない。命を救った言葉はこの部屋に積まれた書類の先にずっとつながっていた。すべての真実はもうすぐ明かされる。次が最後だ。すべての書類が検察の手に渡った。フェレーラは窓の外を見つめた。リスボンの空は白く霞んでいた。マルティンスは沈黙したまま椅子に座っていた。その表情はもはや何も語っていなかった。2026年3月、ポルトガル航空安全委員会は最終報告書を公式に発表した。報告書にはこう記されていた。当該航空便における整備記録の一部に意図的な改ざんの痕跡が認められた。それだけだった。たった一行だった。しかしその一行の裏には5人の死があった。家族を失った人々の消えない悲しみがあった。マルティンスを含む整備会社の幹部3名は業務上過失致死と文書偽造の疑いで起訴された。裁判は長くなると見られていた。アナはその報告書をスマートフォンで読んだ。手が震えた。画面の中の文字が市民で見えた。あの夜のことを思い出した。祖母の声、暗い夢の中で繰り返された言葉。その飛行機に乗ってはいけない。あの言葉がなければアナは今ここにいなかった。それは確かなことだった。フェレーラは報告書を閉じ、深く息を吐いた。事件は表向きには終わった。しかし彼女の中には一つの問いが残っていた。整備記録の改ざんはいつから始まっていたのか。マルティンスが関与したのは本当に今回だけだったのか。そして誰かがそれを知っていながら黙っていたのではないか。報告書には答えが書かれていなかった。アナは祖母の墓に花を供えた。風が静かに吹いた。おばあちゃん、ありがとう。声に出して言った。返事はなかった。ただ風が頬を撫でた。それだけで十分だった。5人の名前は
報告書の最後のページに刻まれていた。誰も忘れてはいけない。事件は終わった。しかし、真実のすべてが語られたわけではない。残された問いは、まだ誰かの胸の中で眠っている。次は、最後の章だ。事件が終わって3ヶ月が過ぎた。リスボンの空は、あの日と変わらず青かった。まず、航空会社の整備記録を偽造した責任者たちの話をしよう。内部告発を受けたポルトガル当局は、2025年7月に5名を逮捕した。整備主任のアルベス、副社長のコスタ、そして3名の外部業者。彼らは現在、リスボン地方裁判所で裁判を待っている。検察は最大で18年の禁錮刑を求めている。航空会社そのものは運航停止処分を受けた。保有していた機体の3分の1が即時点検のために地上に降ろされた。ヨーロッパ航空安全機関も調査に加わり、整備体制の全面見直しが命じられた。そして5名の犠牲者の家族たちは今も答えを求めている。なぜもっと早く止められなかったのか。その声は報告書のどこにもきちんと記されてはいなかった。マリアナはあの日以来飛行機に乗っていない。恐怖からではないと彼女は言う。ただまだその準備が自分の中で整っていないのだと。祖母の夢を彼女は今でも繰り返し思い出す。白い光の中に立っていた祖母の顔。乗ってはいけない。たった一言だった。しかし、その一言が彼女の人生を続かせた。科学は夢を説明できる。脳の記憶が整理される過程だと専門家は言うだろう。しかし、マリアナにとってそれは説明ではなかった。愛だった。言ってしまった人が残していった最後の愛だった。真実のすべてがまだ明らかになったわけではない。整備記録の偽造がいつから始まったのか、黙認した者が他にもいるのではないか。残された問いは静かに誰かの胸の中で眠っている。風が吹くたびにマリアナは空を見上げる。おばあちゃん、見ていてくれているか、と。返事はない。ただ風が頬を撫でる。それだけで十分だった。